雑談です。災内ジャーナリストです。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたかと、一昨日もね何をしてたかという、一昨日はワクチンの副反応が、半日経って出まして、とはいうもののそんなにひどい熱でもなく、解熱剤なんかを飲んじゃったりなんかしちゃったりなんかして、でそうすると眠くなるもんだから、寝てましたね。何も心配することもなく、こんなもんかって感じでしたけども、で昨日はいろいろ打ち合わせをやっておりましたね。今日夕方にちょっとお知らせがありますわね。彼が、そんなことをしておりました。で早速言いましょう。これちょっと長くなりそうなんでね、見ましたですわ。アバランチ、いやただ冴えないジャーナリストですよね。あれかっこいいんでこれ今年の流行語にします。僕の、冴えないジャーナリストですね。アバランチね、4話目になりまして、毎回こう成敗してくるというか、懲らしめてきてね。で今回はK ファイルというなんていうんですか、いろんな政治家が裏取引をしてる証拠の動画ファイルなんかを、証拠の資料をよこせと、蘭子のところと国生さゆりさん演じるね、蘭子のところに乗り込んでいくんですよ。綾野剛さんが、羽生さんが。で、証拠揃ってるしよこしなさいよと。で特にね咎めるというかあれはないんでよこせばいいよって言うんですが、ちょっと考えさせてくださいっつって蘭子が大山渡部篤郎さんね、相談するんですよ。だから内閣官房副長官に相談するっつって電話をかけたが最後っていうか、もうその時点ですでに霧島が動いてるんですよ。もうK ファイルの存在がやべえっつって電話した段階でもうね、何のことですかって当然大山は白を切ってて、で電話をしてる間にもう霧島の部隊がやってきて、警察がやってきて、売春斡旋容疑でこう逮捕されてしまうと。で K ファイルの存在もそこで消されてしまって、でアバランチとしたらもうね霧島が動いてるってんで、これはやばいぞ手を引けってんでK ファイルは忘れて他の方法を考えようってなるんですけども、これまでの3回目までは懲らしめた側は特に死んではなかったような気がするんですけども、蘭子さんはね服毒自殺をしてしまうわけです。それもね自殺なのか霧島によって殺されたのかちょっとね判断つきませんが、服毒自殺という扱いでねドラマの中でも報道されておりましたが、これはどうもやっぱり霧島に自分で飲むようなシーンはありましたけども、霧島がやってんじゃないのかなって感じで、とにかくこの霧島ってやつが山中隆さんですかが演じる霧島がとにかくやばい、仕事ができる、動きが早いというか働きすぎというかね、こいつにかかったらもうやばいよってんで、誰ですか、山森道代って木村佳乃さんが演じる山森さんもこれはやべえぞってんで手を引けっつって、で次の手を考えようっつったらね、次の手なんかあるかなっつったらあるよね。そんなシーンはなかったんですけど、そんなシーンはないよね。次の手はあるかなっつったらあるよ。
ね、そんなシーンはないよなんですけど、山本洋次さん演じる内本さんが、ここは一つ俺に任せてくんねえかってんで、まあ医者、なんつったかな、医者の名前忘れちゃったよ。お医者さんね、が関東医師会連合の会長をもう4回もね、当選してる神山か、違う、神崎かなに、こいつがなんか怪しいぞね、辿っていくとどうもここから政治の資金が流れ、政治の資金とあれですね、票ですわが流れているっていうのを目をつけて、で潜入捜査をしていると、こうどうしてお父さんが後回しになったのって騒いでる女性がいて、なんか詳しく話を聞けば脳梗塞で倒れて運ばれたのに手術の順番を後回しにされて、それで亡くなっちゃったっていう方がいてて、でそれがなんだかんだってんで調べると、どうもその手術、その骨折で運ばれてきた人が、薬剤メーカーじゃなくて医療品機器かなのメーカーの人で、それでメーカーの人だからってんで先にね、後回しでもよかったのに先に手術することになっちゃって運ばれた方が亡くなっちゃったと、そういう事実を突き止めて、で沢村メディカルかの社長でね、でこれはあれだってんでそこを懲らしめようってんで懲らしめ出すんですが、どっかまあその話をしていたから、そのアバランチが懲らしめることになるその担当医師の医師の意思でやったわけじゃなくて、その院長の指示があったっていう裏付けを取るために、まあその担当医師がね、地下格闘技というか格闘技もやってて、でそれの大会があるからっていうので早く俺は行かなくちゃいけないんだってところに綾野剛がやってきて、ちょっと やったろかってんでマスクも取れないよってなんて挑発するんですけど、挑発する以上に綾野剛がマジで強すぎるだろうっていうぐらい強すぎて、でまあ捕まっちゃって白状させられて、で証拠を握られて、でその証拠を喋ってるところを今度は大山とそのメディカルの会長じゃなくて医者の会長との会食のところに忍び込むわけなんですけど、なんでそこがね場所が分かったかっつったら、これが福士蒼汰さん演じる西条と、堀田茜さんが演じる福本さんが大学の同級生で、ちょっと情報を教えてくれないか、でもまあいい忘れてくれって言ってたけども情報を教えてくれたね。次大山が、ここで会食しますよっていうのを知ってて、それでリナが忍び込んでタブレットをねこう仕込んで、そこでアバランチの中継が始まると。でこれはやばいぞっつって、その捕まってる医者のところに行ってどういうことだっていうのが全部配信されちゃって、で不思議なのはねどういうことだっつって問い詰めてる時に自分で全部言っちゃうんですよね、委員長が。でそれね、なんで言っちゃうか、まあ抜けてるというか、まあそれ言わないとアバランチの中継が何ともなくなっちゃうっていうのはあるんですけど、そこ言っちゃうんだみたいなね、そこちょっと違和感は感じるんですけども、まあ言っちゃって全部白日のもとにさらされて、まあ判断はこれをご覧になっている皆さんに委ねますっつって、でその配信を見てね、もう次ねやばいから副委員長をちょっと票は必要だから、大山の票は必要なんで副委員長を紹介してくれっつって、もう
それでね、追いやってしまうみたいな話でしたけども、いやしかしその中でね、このあれですよ、田中洋次さん、内本さんがなぜアバランチに入ってるかっていう過去が語られたんですけども、これがねなかなか衝撃的で、これアバランチのメンバーも度肝を抜かれるようななんだお前爆弾仕掛けて爆破してきてんだここにみたいな過去が語られてたんです。これちょっとなかなか壮絶でしたんでね、これはまあほとんど喋ってますけども、ぜひ配信をご覧になってね、こんなすげえやつがアバランチのメンバーなんだっていうのがね、わかるので、これね、きっとまだ語られていない過去のね、リナはある程度語られてはいるんですけども、詳しいね、自分のことはあんまりよく分かってなくて、それからあと千葉雄大さんのね、牧原君もどういった経緯でここに来てるのかっていうのは、今後語られていくであろう。で、あれですよ、何でした綾野剛さんは、あれですわ、何でした来週か、明らかになるので、楽しみなドラマであります。アバランチの4話目ですね。TVer で見逃し配信ありますんで、ぜひご覧になってくださいといったところですかね。はい。コント、冴えないジャーナリストです。いや、綾野剛かっこよすぎるだろうってね。あと、これ、いろいろね、言いたいこと山ほどあって、全部言えてないのがあれですけども、ね、まさかアバランチ配信されてんのっつって、すぐスマホを開いてね、どれどれって見るんですけど、そこですぐアバランチの、配信にたどり着くっていうところもちょっと引っかかりましたね。自分で全部言っちゃうんだ。アバランチが配信してんの？スマホ見たらすぐ配信してる画面にたどり着くっていうのは、ね、しょうがない。そこもね、アバランチで検索してみたいな、そんな時間はないですからね。ドラマで。ですけども、そんなドラマ、いや、面白いっていうか、マジで綾野剛がかっこよすぎて強すぎて、ね、たまんないドラマですが、今のところ3番目ぐらいに好きですよ、このドラマ。ね、ぜひ見逃し配信ご覧になってください。あと、ね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。